女性割引っていうことができるんであったら、もう男性も女性もみんな一緒くたに割引しておけば不公平感も出ないわけですもんね。もしくはもう割引しないとかね。企業がもう女性だけ優遇しよう、割引しようと思ってるこの選択肢がちょっとおかしいんじゃないかなと。はい、それはこの起業家とか大物ドンのビッグボスが大体男だから、女が好きだから女にそういう節向けてるんだなって今思いましたね。だって今認めてたじゃないですか、男の方が結局稼いでるしやってる仕事も多いって。だからそのおじさんたちが、おじさん嫌いって言ってたじゃないですか、おじさんが。だから親父に合わせたことなんて考えちゃいないから、結局うちらみたいな子たちが喜ぶようなレディースデーとかもやっぱ大元が考えちゃうからこうなっちゃうからしゃあない。スポーツの現場とか格闘技の現場とかは圧倒的に男優遇っていうか、男が好きコンテンツじゃないですか。でも最近でも女性でも結構見やすくなりましたよね。野球とかもそうですけど。でもまだまだそこを優遇されることはいいことですよね。女性も見やすいスポーツを楽しめる環境がどんどん整ってきているのは、業界全体としていい流れかなと思うんですけど、プラスその時に男性もじゃあもっと見やすくするような、男性がもっと喜ぶ、ただ綺麗にして女性だけが喜ぶんじゃない施策を何かしてほしい。じゃああれっすわ、せんべろとかあるじゃないですか。1000円でビールとおつまみみたいな、あんなん完璧に男のことしか考えてないメニューじゃないですか。でも女の人結構いますよね。でも本当は私が食べたいもんじゃないなって、甘いもんとかも食べたいのになって思いながら、おっさんの好きそうな枝豆とかやっことか仕方なく食ってると思うんですよ。あれあのメニューの割合が男女の好きなものが半々だと俺は思えないですね。どう考えても男に寄ってる。でも1000円ですもんね、結局。だから同じ1000円払ってんのに男が好きなものばっかりじゃんっていう不公平があるじゃないですか。そうとも限らないですよね。女の人でも結構居酒屋とか好きな人めっちゃいますよね。だけどその中でも男と女が好きなものってちょっと違うじゃないですか。バーニャカウダーとか入ってないでしょ。入ってますね。だからやっぱ男が好きな唐揚げとか軟骨とか、もう男が喜ぶもんばっかりなんですよ基本的に。1000ベロって本当俺そうだと思う。1000円は別に1000円で別に同一だから。いやだから同じ値段払ってんのに女の人はあんまり自分が好きなものを食べれないっていうハンデがあるじゃないですか。だからその分だから男は優遇されてるんですよ。同じ1000円だけど好きなもの食える。だいたい1000ベロとかビールじゃないですか。甘いカクテルとか飲めないですよね。そんな好んでは飲まないですけど。いやだから女性はそこはそんな本当はもっと甘いカクテルが飲みたいけどサワーにしとくかぐらいの差。やっぱそこは男の優遇がある気がしますけどね。大元がおじさんたちだから無理ですよそれは。おっさんたち男とかに合わせたニーズで考えて動いてないもん絶対。でそこら考えるのが企業努力でしょ。だからこれから女社長がどんどん増えていったら世界が変わるかもしれないけど、今ブーブー言っても何も変わらないと思います。無理だと思う。女社長が男に気使うかな。使わないのかな。使わん気がするな。森田さん反論があれば。男の方が稼いでるし、社会でやっぱり上に立つことが多いので、女の人って社会のその役立ってないでしょ。それ立ってますよ。男性と女性がいて社会は成り立ってますから。だいぶ感極まってきてる。来たよ。でもその役に立ってないと思っちゃうぐらい不公平感を感じてるんですか。そうだから女性ってだけですげえ優遇されてるし、女性が金使うからなんですよ。だから結局男は昼間仕事してる間大して金使わなくて、終わった後飲み屋でお姉ちゃんに金使うぐらい、で女は専業主婦だったりすると、もう子育てが終わってたりすると昼間やれランチ行くだの趣味を習い事やるだのって結局女が金使ってんですよ。なんやかんやお得意さんである女性の方を優遇するようなサービスがいっぱいあるのはまあしゃあないよねっていう。どうでしょう森田さん。生まれつきで決まってる食べる量っていうところがあるんですか。男性女性の。いや食べる量は変わりますよ。胃が大きくなって小さくなってです。だからそこをだから男性女性で分けて女性だけ割引するよっていうところが不公平だし、僕は差別だな。区別じゃなくて差別だと。そう区別っていう綺麗事で片付けてほしくないっていうか。いやだから言ってんじゃないですか。そのマーケティングだってそのそう女性に来てほしいからはいっていうことなんですよ。女性に来てほしいからっていう企業努力はするのに、男性に来てほしいからっていう企業努力しない。女の子が来てほしくないんですよ。お金を落とすのとこなんですよね。いや女も自分だって払うってもあるし、別にだって毎回一人で行くわけじゃん。いっぱい食べるような体にじゃあそもそも、ね、選べるんだったら生まれなかったわぐらい。確かにそうですね。だからいっぱい食べなくていいんだったら別にそういう体でいいですよね。本当ですか？はい。それいや絶対嘘。焼肉の食い放題なんか行くやつはいっぱい食べたくて行ってるやつだと思うよ。食べ放題よね。だからマーケティングのだから施策として女性を優遇するっていうものがあるんだったら男性にもケアがあっていいよねっていう話なんですよ。でもちょっとエロい店とかあるじゃないですか。ターズとか。
なんか男が見て喜ぶ格好してるみたいな、ああいうのって完全に男性向けのサービスじゃないですか。でも女性向けのサービスもありますね。そうだから男性向けもあるじゃんっていいじゃないですか。そういうところばっかり利用すれば、デートの時にダンス行こうぜ負けないでいいですよ。絶対行かないですよね。いやそうですよ。だからまあそうなんです。だから男に媚びてもしょうがないんですよ。男性がもっと割引されるってことに対しては別にあってもいいかなっていうスタンスですかね。まあもちろんもちろん、ただ得がないことをしないんで企業は。あ男性を優遇した方が得だなって思うことはすると思いますけど、それは得にならないんですよ。でもこの思想自体がその日本にずっとあって何とかしてほしいということで相談来たんですよね。女性には寄り添う世の中になってんのに、世間では平等を訴えて、男性になんで寄り添わないのっていう、お金払ってんの男性でしょってなったら、いやおかしくないですかっていう。男の方が面倒くさかったら行かないし、クーポン集めてベルマーク集めてなんかとかやらないんですよ。男は女の方が詰め詰めやるんですよ。ちゃんとカードポイントつけたりとか。だから女に向けたやつが多いんですよ。絶対そう思う私は。女性っていうだけで割引ってそれが差別ですよねって言ってるんですよ。豆だしそれを利用する人が多いから。男性だって男性っていうだけで割引だったら使いたいですよね。一般的に平均的に考えて男性より女性の方が食べる量少ないから、そこにその男性に比べて女性が間に合ってない劣ってる部分を割引でかさ増ししてるだけで、逆に女性に比べて男性が劣ってる部分をかさ増しするっていう風な割引がなんか誰かが思いつけばいいんだろうけど、だからそれが差別じゃないですか。男安い方がそれ言ったらもうじゃあ女性としてすごい極論ですよ、思ってないけど、女性として生まれただけで男の人より多く食べれないって、それも差別になっちゃうじゃないですか。それ言い出したらもう男性って生まれただけでたくさん食べるのに何も優遇されない。たくさん食うのを勝手に食ってるだけなんだって。女性我慢ですね。して食べれることは貧乏ならよ。差別とは思わない。俺は全然思わないです。差別じゃない。そういう生命体で生まれてしまった。その理にかなってるっていうか、お前は男だから入場するときに金払えって言われたら差別です。だから女が引かれてるんだから、この期間中男性は値上げしますとかだったらおかしいなと思います。値上げは絶対嫌ですよ、それは。だからそれは差別だと思うけど、女性の方があんま食べないから下げますとかいうのは、まあそれが企業努力なんじゃないの。それが男女差別ですよね。だから違うじゃん。いやない。ずっとじゃないじゃないですか。その定期的になんか期間限定で、それがずっとだったら差別かなと思うけど、しかも選べるし、水道代とか電気代とかそういうもう絶対に使わなきゃいけないところで差がついてるとか、ランドセルで男の子の方が高いとかだったらおかしいなって思いますけど、そういうわけじゃないです。期間限定だとしても、その期間は女性が安くなってるんだったら期間限定の差別じゃないですか。でも行かないんですよね。行かないんですよね。絶対面倒くさくて行かないし。この考えで言ったらご飯をみんなと同じ1000円で払ったカレーライスを食べきれない女の子絶対いるの、胃がちっちゃくてね。なのに同じ値段払わなきゃいけないとこはずっとブーブー言ってますよ、あなたと一緒で。納得するようになぜ差別じゃないかをどなたか説明していただき今たいんですのけれども。やつかな、私は小食の子もいるからみんなで行った時にもっと食べたい人、小食で食べれない人、こんぐらいがちょうどいい人っていうのはみんな違うから、たまたまこの量がドンピシャって人だけ何も思わないっていう世界線って思います。てか刑務所入ったと思ったらもうそラッパのーっぽいわ。出された飯を食うしかないんだよ。足りないからおかわりくださいとかいや本当給食って配分みたいな。悪いことするわけじゃないですからね。刑務所に入らなくてもいいんですよ。まあ例えじゃない。でもまあそういうもんなんですよ。飯なんてそういうもんで、単価でし決められてかも今ってその資本主義でみんなが自由に自分の食べたいものとか食べれる量を選べるからそうですけど、じゃあ配給だった時なんてみんな一律同じ量が出されて、足りようが足りまいがそれでやるしかなかったのが、でもそれが平等の考え方じゃないですか。社会主義と共産主義は配給で全部みたいな、それ平等だと思います。どうでしょう。今は女性割引っていうことに対して言ってますけど、何人かできました。じゃああなただけこの値段ですって言って、他の人みんな割引ですって言ったら、それって差別だと思いませんか？理由によりますけど、じゃあそれあなたが体大きいから値段高くしますって言われたら差別だなって思いません？たくさん食うからしょうがねえよな。体がでかいやつは絶対たくさん食うと分かるやつから。例えばじゃあ女性3人男3人とかで、飯行こうやってなって、別にそこは恋愛関係なくて同級生で久しぶりになって飯行こうやってなって、で女性割引してるから行こうってなった時に、じゃあ森田さんはいやあそこ差別してるから俺いいわ、俺ちょっと外で待ってるわって言いますよ。行きますけど、でもそうなったら、いやなんで自分だけってならないですか？
言えばいいじゃん。なんかみんなさ安いんだからさ、俺の分の差額ちょっと割って払ってよって。やだそんなやつ。それが男だからっていう理由だったら入りますよ。ただなんか分かんないけど、お前だけ通常料金なって言われたら、いやなんでやねんってなるけど、それはキモいな。お前だけ男だからって言うんだったら、まあそうだよなってなる。そんな差別してるとこなくないですか？いや、ないです。仮にそういうとこがあったとしたら、しゃあないよねってなります。それはちょっと考えてよってなる。俺体でかいじゃんって。炭鉱とかで働いた方がいいんじゃないですか。あそこ男しかいないから男女差別を感じる暇ないと思うんですよ。極端な話もいろいろ出てきましたけれど、結局はやっぱりもっと企業として男性側に努力することでなんかメリットあるんじゃないかなっていうのを感じてほしいんですよね。僕らが示さなきゃダメですよ、うん僕ら男性を呼び込むとこんないいことがありますよっていうのを僕らが企業に示して、あ、確かに男性のお客さんもっと来てほしいって企業が思ってくれたら、そこで初めてそういう。あと一つもうね、この男女だけでこんだけ不満を持つ人が世の中にいるんだってマジでいるんですよね。でも森田さんだけじゃないんですよね、これ言ってんの。だからもうビビるわ。ちょっとこれは一つ問題とは思いますので、もう男女で分けるっていうこと自体が今の時代に合ってない。そこが差別だ。男女で分けるっていう考え自体が古いし、そこが差別っていうのに僕はつながってると思うので、男女で分けるべきじゃないと思うんですね。多様性の時代に、そう、だから選べるようにす多るっていう。様性中。多分分けなかったことで何か問題が発生してるから分けてるんじゃないかなって思うんですよ。何か分ける理由が絶対どっかで生まれたと思うんで。男女だと思わなかったらこんなにX とか SNS でじゃないですけど炎上することもなかった。あいつらはいやそうなんだよ。だからあいつらはもう一生女と焼肉行くことなんてないやつ。水牛ね。イラッとしてる人たちが結構いたってことなんでしょうね。はい。俺はそんな半額で文句言ってるような男は、そもそも肉食う資格ねえからお菓子だけ食ってろってツイートしたらめっちゃ炎上したよ。何お前たち嘲笑ってんだってちょっと怒ってる方もいるんだなってことをでもね勉強になったなと。そんなやつら絶対女子業界チャンネル見てないと思うな。辛くて仕方ないと思う。こんなやつらこのチャンネル見てたら。今日の感想をですね、一言ずつ聞きたいと思います。あずさんお願いします。はい。人を騙したり傷つけるのって悪いことをしてるってよく言われるんですけど、この世の中って弱肉強食の世界なんで、仲間と手を取り合おうみたいな古い考え方なんじゃないかなって僕思うんですよ。他人を蹴落とす必要はないかなと。蹴落としたくないなって思うやつが友達なんじゃないっていうのが一つ。人を信じることによって損するのは自分なんで、裏切られてもなお仲良くしたいやつが友達やから、そもそも友達が分かってないんだよ。会社とか仲間意識強すぎるんじゃないかなって僕思うんですよね。他人をこう蹴落とすっていうのは儲かんないと思う。蹴落とすとかそういうものが悪だと思いますか？騙す、蹴落とす。その考えでもうなんかいざとなった時に誰か助けてくれるとかいるんですか？あります。くるみさんにも大内さんにも聞きたいんだけど、その幸せって何？貧乏人の中で一人だけ金持ってて襲われて奪われて終わりなんだよ。本当にいるんだっていうこういう意見を煽っていく。 X 上での幻覚だと思ってたんですけど、いるんだっていう。ここにもし付け入ることができる企業ができたら輝くだろうなとは思いました。面白いですよね。はい。くるみさん。やっぱ性別が女なんで、もう正直男がブーブー言っててどうでもいいんですけど、自分が男だったらこの性格だからこの考えかもしれないなってちょっと思いました。私は自分のことが大好きなので、もし自分の性別が男だったらこの意見になりそうだな、女が不平等だなって思いそうって思ったんで、ただ今性別が女なんでクソどうでもいいですね。我慢してください。はい。リリクさんお願いします。確かに男性が女性みたいな感じのプラスアルファが増えたら面白いだろうなとは思ったんですけど、私だったらこうしてあげたら嬉しいかなってちょっと考えましたね。呂布さんどうでしょう？今回話してても男性を優遇することで得がありそうなサービスっていうのが、男の僕から考えてもあんま思いつかなかったんですけど、でも唯一やってもあって思ったんで、これから言っていきたいと思います。男性半額でいいだろうって。また炎上する。喧嘩すんのマジ怖え。熱いなそれ。吉田さん。差別っていうふうに感じる部分はあるけど、区別として性別じゃなくて年齢とかいろんなこと混ぜて世の中うまく回るようになっていったらいいのになっていうふうにすごく感じました。年齢とか食べれる量で分けれるとか、自分の好きなところを選べるっていう社会になっていけば
こう思ってる人って世の中に結構いるんですけど、発言すると炎上するからとかっていう理由で発言しないだけであって、絶対思ってる人っていっぱいいると思うんですよ。区別っていう綺麗事で片付けるんじゃなくて、圧倒的差別だと僕は思ってるので、もうちょっと改善されていくといいなって思ってます。男女で分けるのが差別だと感じる人もいるし、本当に差別と言い切ってもいいことぐらい傷つけることになってるのかなといろいろ考えさせられました。皆さん本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。次回の女子業界チャンネルもぜひご視聴ください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。